はい、その一つの方法を申し上げますね。これ調律するという一つの素晴らしいやり方で、特に小さなお子さんあるいは自分自身にその調律をやるといいですね。どういうことを言ってるかというと、小さなお子さんに対して声かけをする。私たちは3つの意識を今も生きてます。3つの意識を。一つが健在意識って言って、私は今健在意識で喋ってますね。でもう一つはその健在意識で喋ってる私、考えてる私の選択を体験にしてくれて、それを全部記憶する意識、それを潜在意識というんですけどね。ですから潜在意識は記憶の意識ですかね。全部記憶されてる。ちょうどコンピューター、私どもコンピューター使いますと全部記録されますね。あれと同じです。宇宙の中に自分の体験は全部記録されてます。それを記憶と、どちらでも同じですね。記憶と記録と同じ意味です。でその潜在意識は宇宙の始まりからずっと記録され、全部のことを記録されてる。ですから私が今こうして喋ってますけど、これ全部記録されるんですね。あるいは記憶される、どちらでも結構ですよ。で私たちの魂、素晴らしい魂なんだけれども、例えばそのご家庭に生まれてきたとしたらね、そのご家庭の生き方、お母さんの考え方があるわけですね。子供をどんな子供になってほしいかな、あるいは子供のことね、未来を見て差し上げるということですね。それで私たちの意識、今もね健在意識で喋ってますけれど、これ眠ってしまうと潜在意識、記録の意識と交差させて、で記録の意識が前面に出てくるんですね。それで私たち夢を見たりするということで、夢の話もまたいつかする機会があるでしょうからね。面白いですよ、夢の話。過去の記憶、あるいは現在のその魂、記録がね、現在をどう見てるかという話になるんですけど、はい、その江戸川慶子が言うにはね、その中間の時をここを意識するといいですよ。これが瞑想です。この潜在意識と顕在意識がこう交わるところを意識するといいですよ、こういうことですね。でその意識するほど長いといろんなことがそこで行われてるというのが分かるんですね。ということは、そこのところが実は私たちの未来のね、潜在意識がこうしたいと考えたことが潜在意識に伝わって、潜在意識を通して未来の体験をすることができるわけですね。でそこで子どものですね、障害のある子ども、障害のない子どもでもいいですよ。うとうととした時に、これお父さんかお母さんしかやっちゃいけないことになってるんですけどね。第三者は、私治療する人間ですけど立ち入れない。お父さんかお母さんが子どもの枕元で大きな声じゃなくていい、ボソボソでいいですよね。で話しかけるんです。例えばお父さんが話しかけることにしましょうかね。でお父さんこんな具合にいきますね。なんとかちゃんとこう言うんですね。なんとかちゃん生まれてきた時にお父さんね、本当嬉しかった。今もこうして一緒にね過ごしてんのね、嬉しくてしょうがないよ。お父さんの言葉でいけばいいんですよ。この前もこんなことあって、そんな時お父さんね本当に嬉しかったなと、こういうわけですね。そしてこれからです。あなたはこのままで人々のお役に立ってます。まだ小さいんですよ。間違いない真理ですね。私たち知恵と慈しみの生き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 したこれからの体験を作る素晴らしい働きですからね。はい、その働きが目の前にね、眠ろうとしてるわけですよね。で、その働きにあなたはたった今多くの人を導いてます。いろんな言い方があっていいですよ。お役に立ってますというんですね。そうしますとね、どういうことが起きるかというと、子供、それを全部記憶してしまうんですね。潜在意識でですね、記憶されたことは潜在意識に事実として出てくる。だからそのお子さんは例えばですね、いろんな障害があるとしても、その障害が軽減される。あの小さなお子さんほど早いですね。で精神病の患者さんですとね、私の体験では不思議なことに7ヶ月かかるの。
お父さんかお母さんが、毎日その子のことを思い出すと、障害があるお子さんのことを思い出すと、障害を何とかしようとするんじゃなくて、この子はこのまんまで人々のお役に立ってます。あるいは人々を導いてます。人々を喜ばせています。人々のね、人生の、ね、喜びになってます。いろんな表現ができると思うんですけども、と言いますと、それ小さなお子さんほど早い。見事にそうなります。ですから私たちが子育てする時、健康な子供もそうだけど、肉体的にも精神的にも障害を持ってるお子さんも全く同じ。ダメダメダメ、こうしなさいこうしなさいって言うんではなくて、あなたはこのままで素晴らしい存在、人々のお役に立ってます、お父さんお母さん嬉しいよと、こういう言い方をすると子育てすごく楽、子供もすごく楽でしょうね。